これは、ブロッケン G。アニメでは他のマシンを潰してしまう重量級マシンとして登場する。しかしながら現実では、ボディが数グラム重い程度で、他のマシンとあまり重量の差がない。ブロッケンギガント、という名前からしてすごそうなのに、これでは名前負けである。ブロッケン、ギガント。ギガント。セメント。100円ショップで調達してきた。今回の作戦は、シャーシと、ボディの、間の空間を、セメントで満たし超重量級マシンにする。ボディが大きいブロッケン G の特徴が活かせるはず。それでは改造を開始する。まずはベースになるマシン。手持ちがブラックスペシャルしかなかったのでこいつを使う。マシンにラップをかぶせて、粘土をペタリ。外側を完全に覆う。これを逆さにしてタッパーにイン。シャーシは一度外す。そしたら思い切ってセメント、モルタル、を流し込む。今までよくわかってなかったのだけど、セメントに砂と水を混ぜたものをモルタルというらしい。次にラップで保護したシャーシを押し込む。フロントのフックを引っ掛けて、リアも念入りに押し込む。どうやらモルタルは叩いたり振動を与えると、中の空気が出てくるらしい。1時間後。完全に硬化するとシャーシが取れなくなりそうなので、半乾きのうちに救出することにした。半日後。固まったので周りの粘土を剥がしてみる。なんだろう。期待と不安が入り混じる感じ。お、完全に剥がれたっぽい。どうじゃ？あ、指が突き抜けた。そしてこれはブロッケン G。なのか？ボディと粘土の間に隙間があったのか。完全にセメントに埋もれてしまっている。試しにシャーシに乗せてみたけど、これはちょっとよろしくない。ので、発掘することにした。プラスチックはツルツルなので簡単に剥がれるぞ。地道について剥がしていこう。3年後。発掘完了。ペリペリ剥がれて結構楽しかった。気になる重量測定いってみよう。元のボディが 18g くらいなのに対し、セメント武装ボディは 138g。およそ 7.5 倍の重量になった。電池、モーター込みのノーマルマシンが 120g くらいなので、ボディだけで1台分以上の重量があることになる。これは期待できるぞ。発掘の影響でシャーシも汚れてしまったので、しっかり洗浄し組み立て直す。組み立て完了。そして以前重たいマシンを走らせた際に、バンパーが折れてしまうという悲しい事故があったので、その反省を生かして FRP で補強をすることにした。また、コーナーでめくれてしまう事故もあったので、スタビを立ててコーナーで傾きにくいようにした。これにボディを乗せれば、超重量級マシン、ブロッケンセメント、完成だ。最終的に総重量は約 260g。マスダンパーや金属ローラーなしのマシンとしては、かなりの重量だと思う。早速走らせてみようとコースを設置したのだけど、せっかくなので、神の車を用意した。かわいそうだけどぺしゃんこになってもらおう。というわけでスイッチオン。ゴー。遅い。まあ重量を考えればこんなもんか。モーターのパワーを上げてみよう。トルクチューンモーター。パワー重視のトルクチューンと今回のマシンは相性が良さそう。スイッチオン。ゴー。走行音は迫力あるけど、速度はこれでやっとノーマルマシンと同じくらいか？まだまだ安定しているのでもっと強いモーターを搭載したい。ウルトラダッシュモーターの出番だ。合わせてネオチャンプを搭載してみた。スイッチオン。ゴー。音と振動がすごいぞ。そして結構ギリギリまでジャンプしているのに、足は安定している。これが超重量
の恩恵かフロントカウルが吹っ飛んでしまった。そしてよく見たら床と、コース上にセメントのかけらが散乱していることに気がついた。さらにシャーシからボディを外したらこんな状態に。プラスチックはツルツルなので簡単に剥がれるぞ。重量級マシンの迫力と安定感は大変良かった。セメントは重さだけで言えば優秀だけど、割れたり剥がれやすいので、何か別のアプローチで重量級マシンを作る方法を思いついたら、また挑戦してみようと思う。なお、神の車は最後まで無事だった。